要は文系の人だけでウェブサイトを作る、理系の人だけでウェブサイトを作る、絶対失敗するんですよ、はい、システム開発会社がウェブサイトを作ったって、その戦略とかクリエイティブ視点なんかいいもの絶対できないんですよね、その逆も、ビジネス視点とかクリエイティブとか考えてもいいものできないんですよ、分野と分野の間が見れるようになる、そういう人って少ないと思うんですか。だからその少ない人になれる時点でもう自分がなんかもうマーケット上でブルーオーシャンみたいなことになるっていうのが一つの僕感じてることなんです。リンク&イノベーションの山本です。ディクトという YouTube チャンネルとか、あとはディクトキューブ東京って代々木にできたんですけども、そちらイノベーションカフェ、インキュベーションですね、ここの代表もさせてもらってます。で、それでですね、今日はこの代々木のディクトキューブ東京ですね、なんとイントリックスのですね、CTO、共同創業者 CTO でいらっしゃいます井上さんに、今日は対談ゲストということで、お越しいただきまして、これから撮影したいなと思っているところです。で、井上さんとの出会いはですね、後ほどちょっとご紹介いただきますけど、リンクドインで、出会うことができまして、ちょうど去年の12月のあれ中旬だったか、年末手前だったと思うんですけど、私がつながり申請をこう出しまくり始めた時期に、本当に初期の頃につながっていただいて、で、あの時は僕、Zoom で話せますかなんて結構面白そうな方には言ってたんで、井上さんにもお話しさせてもらって、で、Zoom すぐ受け入れていただいて、去年の12月中に Zoom でお話しさせてもらったと。で、そういうような間柄です。で、なかなか来ていただくきっかけがなかったんですけども、お忙しい中、ようやくこの5月ゴールデンかけぐらいですかね。そうですね。来ていただいて、でもう即話ももう盛り上がって、ぜひこの YouTube 対談、させていただければということで、実現に至りました。で、本当今日はありがとうございます。お忙しい中。で、実際リンクドインの中でも、井上さんとの山本さんと対談見たいとか言っていただいてる方も結構いらっしゃってですね、ありがたいお話で、今日も午前中何名か来られてたんですけど、井上さんとももちろんおつながりの方々で、よろしくお伝えくださいということでしたけど、ぜひ今日撮影した YouTube を公開させていただきたいなと思っております。はい、それではですね、井上さん、ちょっとリンクドインの中ではかなり皆さんご存知だと思うんですけど、リンクドインユーザーじゃない方々もこのチャンネル見てるもんですから、ちょっと井上さんの自己紹介を簡単にお願いできたらなと思います。はい、皆さん、はじめまして、イントリックスという会社でですね、共同創業者、取締役 CTO をやっております、井上と申します。イントリックスという会社はですね、B2B 企業のデジタルコミュニケーション支援をする会社でして、例えば企業様でいうとダイキンさんとかですね、久保田様とか、住友商事さん、そういった会社さんのですね、ウェブの戦略立案から、ウェブサイト、それから下支えするシステム基盤の企画構築、グローバル展開といったことをですね、戦略とクリエイティブとテクノロジーの、三位一体で支援をしている会社です。で、私はその会社を13年前にですね、代表の木賀というものと、共同で立ち上げまして、今60名ぐらいの規模でそういった事業をやっております。で、あと私自身はですね、エンジニアっていうバックグラウンドなんですけれども、アートと食と体験というところが昔からですね、すごく興味関心がある分野でして、ちょっとそういったところもですね、リンクトインにはいろいろと投稿させていただいてるんですけど、そういったところを山本さんに見つけていただいて、そうですね、今日この対談の場ができたということで、僕も去年の12月、一番最初に目がついたのは、アート、食、体験にこだわる CTO っていうキーワードだったんで、それはもう皆さん多分そうなんじゃないかなと。今井上さんもおっしゃってた通りです。僕が去年の12月にリンクドインでですね、井上さんのページ拝見させてもらった時に面白いなと思ったのはもうアート、食、体験にこだわるってところで、しかも CTO、共同創業者の方でアントレプレナーなんだなと思って、で全く細かいこと存じ上げないままね、すぐズームさせてもらったりもしたんですけど、あの時ね、僕今もうあれ以降いろんな方とお話しさせてもらってますけど、ズームにリンクドインに限らず、やっぱり井上さんっぽい方ってお会いしてないなって僕思うのは、
私も一応自分がエンジニアじゃないんですけど、はいはい、海外のテクノロジースタートアップのこうハンズオン KC みたいな仕事をしている中でですね、結構エンジニアのチームとかと仕事してるんですよ、はい、シリコンバレーだとか、はい、中国だとかヨーロッパだとかで、彼らから感じるそのクリエイティビティとか、はいはい、こうデザイン思考みたいなところとか、ちょっと単なるエンジニアじゃないなみたいな雰囲気で、はい、僕あんまり日本のこうなんていうんですかね、システムエンジニアの方々からは感じなかったなっていうのが僕の印象だったんですけど、井上さんってちょっとなんていうんですかね、アーティスト寄りじゃないですか、 SE とか CTO っていうより、そうなんですね。まあそもそも僕の感じ方ではそうで、はいはい、去年の12月にお話聞いた時の話なんかもなんかちょっと海外のエンジニアと話してるみたいなイメージだったんですね、印象が、はいはい、それでこの人面白いと思って、はいはい、結構あの時も話盛り上がったのを僕覚えてるんですけど、はいはいはい、で何を僕がそれ例えで言ってるかというとですね、別にその日本の方がいいとか悪いとかって言ってる意味じゃないんですけど、どちらかというとエンジニアって日本ではこう専門的な、まあ職人じゃないんですけど、はいはい、集団というか個人でまあ開発をされるっていうイメージなんですけど、中国の今すごいエンジニアの人たちとかシリコンバレーの方々ってやっぱりこうなんていうんですかね、クリエーションとかこうアート思考とかデザイン思考みたいなのが結構全面出てて、でその裏でこうプログラムとかをもちろん書く人たちなんで、例えで言うとなんですかね、音楽作ったり文章を書いたり映画作ったりっていうのの彼らはそれのなんかプログラム書く版みたいなところがあるんで、同じこうものを作るっていう意味では多分共通してるところってあるじゃないですか、はいはい、プロデュース的な部分だったり、はいはいはい、なんかこうプロジェクトマネジメント的なところだったりデザインだったりで、そこのところがちょっと日本の場合は僕の場合こう弱いなっていう印象をずっと持ってたんですけど、井上さんとお話した時はすごいこうアートな感性、はいはいはい、デザインっていう言葉すぐ出てきたのは当然なんですけど、僕あの時すごく覚えてるのはプロジェクトデザインとか、はいはいはい、ビジネスモデルそのものをデザインしてお客さんと一緒に議論した上でプロジェクトを進めていかないとうまくいくもんもいかないんだよみたいな話確かあったと思うんですけど、僕まさにこの辺りのところがちょっと海外のエンジニアチーム率いられてんだろうなみたいなイメージを持ったのが理由で、ちょっとこの辺のところ少し僕の言葉だとちょっと正確じゃないところもあると思うんで、井上さんたちがイントリックスさんっていう会社でやられているそのプロジェクトデザインだとかっていうアプローチ、少しお聞きできたら聞かせてもらえたらなと思うんですけど、まあ、僕らはまずね60人の所帯なんですけど、12職種いるんですね、で12、はい、大きく分けると戦略を考える人たち、はいはい、それから、まあ、情報設計とかそのクリエイティブの部分を、まあ、担う人たち、でシステムの人たちと、まあ、こういうまず3つの塊があって、それをこう細分化していく12職種あるんですよ、はいはいはい、でその人たちが、工程としてはまずそのウェブの戦略を立てるっていうところから入るんですよ、まあ、もしくはその調査からっていう場合もあるんですよね、で大体調査で競合とか現状の使い方で調査したら次にその戦略を大体 3,4 ヶ月ぐらい、その会社の、まあ例えば業界ポジションなり、事業の、と、まあ、ウェブの親和性だったり、どのターゲットにウェブが活用できるかとか、まあ、そういったことを議論していきながら3か年の戦略って立てるんですね、でそれを立てた後にその実際のそのサイト作りとかシステム作りっていうのをやっていくんですけど、その中で例えばいわゆるサイト制作の会社と違うところっていうのは、まあ、今言ったその戦略のパートっていうのがあるっていうことと、それからその、作るっていうところでも、例えばその、戦略考える人、それから情報設計考える人、出島の戦略考える人、IT のこと考える人っていうふうに、上流工程にその複数の職種の人たちがこう関わるんですよ。でその人たちが関わることによって、やっぱりその一人だけだとやっぱこうテーマがね多岐にわたるので、俯瞰してみるって難しいじゃないですか、なんですけどそこをそれぞれのレイヤーの専門家が、複数いることによって、行間を埋めるっていうあれじゃないですけど、それぞれのその視点で抜け落ちるところを
別の専門家が補完しながら進めていくっていう、そういうアプローチでやっていくんですよね。で実際構築して、その後例えばグローバル展開だったり、その運用定着化の支援だったりっていうのをこう、やっていってるんですけど、ウェブ制作会社との違いってのはやっぱり戦略と、クリエイティブとシステムの、三者三様の視点考え方が上流から下流の全ての工程で入った形でプロジェクトが進んでいくっていうところが大きいと思うんですよ。例えばサイト制作の会社だと、やっぱりその作るっていうところを中心に、やっぱり戦略考える人とか、システムのところって、ちょっと弱かったりするんですよ。でコンサル会社だと上流の戦略が強いけど、そのサイトを作るっていうところとか、こっちの視点が弱いんですよね。で僕らの場合はその60名の所帯なんだけど、その機能を一社で持っているっていうところと、あとやっぱりその B2B も B2C もどちらもやりますじゃなくて B2B に特化をしているので、例えばその B2B の中でも部品メーカーと完成品メーカーだったら大体どういう省流でどういうその業界構造になっていてっていう、その基礎知識みたいなのがあった上で、もう分かってるんだって戦略をじゃあ考えるっていうところに入ってくるんで、そこがなんかこう、他社と、比べた時の、強みのポイントの一つだったりするんですよね。であと俯瞰するっていうことをすごく大事にしていて、それがさっきのプロジェクトデザインっていう話につながってくるんですけど、ものづくりをやる人たちに足りてない視点として、俯瞰視点ってあると思うんですよ。例えばそのエンジニアだったら、システムを作るっていうところには本当にこう注力するんだけど、例えば、情報設計の話とかデザインの話で自分に関係ないところって、あんまり意識しないじゃないですか。そうですね。なんですけど、そこを俯瞰すると、例えば同じ1000万、投資する場合に、これはシステムにかけるべきなのかデザインにかけるべきなのかっていうジャッジができるようになるじゃないですか。だから僕らどっちかというとやっぱそういうことが、一専門職種でもできるようなこう視点を持って仕事をしているようになりたいねっていう思いをね、持ちながらやってるっていうところで、やっぱりこうさっきいろんな職種がね、こう上流から下流まで連携しながらって話しましたけど、それキーワードで言うと分離融合っていうことなのかなと。要は文系の人だけでウェブサイト作る、理系の人だけでウェブサイト作る、絶対失敗するんですよ。理系だと、例えば例として挙げるとシステム開発会社がウェブサイトを作ったって、その戦略とかクリエイティブ視点なんかいいもの絶対できないんですよね。その逆も、システムのこと全く考えずに、ビジネス視点とかクリエイティブとか考えてもいいものできないんですよ。で僕らは結局文系の人と理系の人が混じり合うから、結局それが上流工程から下流工程まで続くので、分離融合でワンストップでビジネス支援してるわけですよ。そこがやっぱ大きいと思いますね。これの投稿もリンクドインでありましたよね。ちょっと前かもしれないですけど、読ませてもらったことがあるかもしれない。で僕も今伺ってて思ったのは、そのシリコンバレーとかってなんかそのプロダクトチームっつうのがあって、でなんかエンジニアの人たちとなんか別で分かれているんですけど、共同して仕事してるんですけど、この人たちプログラム書かないんですよ。でそれこそ分離の分みたいな方々で、もっとこうデザイン寄りの話だったり、ユーザー目線みたいな話だったり、なんか使いやすさとかビジネス視点だったりの人たちで、こっちはもうガリガリなんかシステム屋さんみたいな視点で、なんかねぶつかり合って喧嘩してるわけじゃないですけど、一緒にやってるっていう印象を僕横目で見てたんですけど、その中に髪の毛のピンクの人とか、すんごいド派手なファッションの人とかが混ざってたのが僕の印象だったんで、それを違う言葉で言うと分離融合なのかもしれないですね。そうですね。で、だからあと面白いエピソードとしては、あるお客様のそのじゃあ、来年度のウェブの、予算取りとテーマの例えばディスカッションしてた時に、システムに1000万かけましょうみたいな話があったんですね。
でそのミーティング僕参加してて、でもそれシステムに1000万投資するよりは別のことに1000万使った方がいいですよっていうふうに言ったんですよ。でこれは例えばシステムインテグレーターだったらどうしても自分の利害のことを考えたら何か作りましょうってなっちゃうんだけど、僕らは三味でやってるから、同じ1000万をお客さんのことを考えたら一番生きるところに投資すべきでしょっていう話をそれぞれができるっていうのは強みなのかなと。いやでもなんかすごく僕はなんか井上さんのおっしゃってることが改めてね、そういうチーム作りで上流から下流までこう全体最適の視点でもうちょっと正直コンサル寄りというか、システムだけじゃないよと、同じ1000万もそこに使うばっかがノーじゃないよっていうことをやっぱりお客さん目線ですよね。お客さんのためを思ってできるっていうところはなんか面白いなって思ったのと、あとはやっぱりこの規模じゃないんだなっていうね、60人の企業さんでもその本当に大企業のグローバルの仕事やられてるっていうのがすごく僕はあの時驚いたのと、それだけの何かこうエッジの効いたものがあるから選ばれてるんだろうなっていうのもあったんですけど、賞にね選ばれた話も久保田さんの話もそうでしたけどね。でここまでちょっといろいろね話もだいぶ盛り上がってきたんですけど、井上さんのちょっと今のリンクドインのですね、ご投稿とか僕も今拝見して、あと僕の投稿も即いいねをしてくれるのは今井上さんが一番がかなり多いんですけどすごい速さで反応してくれるなみたいなでコメントなんかもいただいてるんですけど、井上さんが最近よく外にね、訪問されるっていうか出られて、このディクトキューブも来ていただきましたし、ゴールデンウィークぐらいでしたか。あとなんか他の方のところにもたくさん出かけられたりお会いされたりして、その方々が僕のディクトキューブに来てくれたりとか、後でお話を聞いたりとかっていうことが最近すごく増えてきたんですけど、なんかここ最近五感を刺激するなんていうキーワードの投稿も拝見したんですけど、やっぱりなんかこう思うところがあって、こうアクションが活発になってこられてるんですか今。そうですね、だからまずね3月でちょうど50歳になったんですよ。おめでとうございます。ありがとうございます。で、そこでなんだろうな、こうやっぱり時間のこう重み重要性っていうのをね、なんかねすごく感じるようになったんですね。だからこっからのなんか1分1秒っていうのは、その若い時代の1分1秒はちょっと違うから、もうこれ大事に時間使っていかなきゃいけないと。でそうした時に、やっぱりそのリアルでこうそのね人と会って刺激をもらう、与えるっていう、ここの部分っていうのは、若い頃ものすごくなんていうのか意識してやってたことなんですけど、やっぱこれ年を重ねてくると、ちょっとそこのなんていうのかな瞬発力というか、反射神経というか、それがなんか鈍ってんじゃないかなとなんとなく思ってたんですよね。であとリンクトインでもオンラインでつながってた人とリアルで会ったのが、4月とかですかね。初めてそのリンクトインのオフラインのそうですか、4月が4月だと思うんですけどね、行ったら、なんていうんですか、いわゆるその異業種交流会みたいなね、昔もよかったじゃないですか。ありました。あれと全く全然違うんですよね。違いますよね。だからそれ僕も感じました。結局情報感度が高い、発信力ある、尖ってる人たちが集まるから、やっぱりその会って例えば1時間2時間の間にもらうエネルギーっていうんですかね、全然違うんですよ。違いますね。でこれはちょっと忘れてた感覚だなと。そうですね。でもなかったですよね、その前に多分。なんか名刺交換して終わりみたいになること多いじゃないですか、異業種交流会なんて。なかったなと。でそこからなんていうんですかね、やっぱりその時間の使い方をこう意識し始めたっていうのもあって、その知的探求心のレベルが自分でもね今思うんですけど、20代ぐらいの時に戻ってるんですよ。それすごいことですね。だから例えば前だったらこの人と会ってみたいなって思ってから多分アクションを起こすまでに数日とか1週間とかね、で経つと
だんだんそれ薄れてきますね。ね薄れちゃうじゃないですか、で結局会えない子供に忙しいとかねありますから。今は例えば思ったら、多分そのまあその日のうちには大体アクションを起こすんですよね。だからもうそれが全然変わって、で実際に会ってみると、どの方も、まあ、その自分より二回り下ぐらいの人から僕の場合ね会ってるんですけど、本当面白い人が多いんですよ。多いですよね、僕もそれはもう日々感じます。うちの会社も今リモートワーク中心で、出社率が 5% とか 10% とかそういう世界なんですよ。そうすると社員ともなかなか合う接点、そうですよね。お客さんともなかなか合わない。そうですよね。でもそれでなんかこうじゃあ、ね、自分の家とか、そのあんまり人がいない環境で仕事をこうするっていうところに、僕があんまりね、耐えられないっていうか、その、なんか刺激がないとちょっとつまらない、でそうすると今はそのリンクトインコミュニティのところで面白い人がいっぱいいるんで、そういう人たちに、まあ、こっちから声かけて、まあ、ランチ行ったり、でそこで会うじゃないですか、でそうすると僕の中で勝手にこの人面白いからこの人とちょっとつなげてみたい。そっちですね。それで、例えば山本さんのね、ところに行くといいよみたいな、この間もご紹介いただいて勝手に何人も、言ってますし、いやそれがだからやっぱり井上さんのフィルターがかかってるっていうのもあってぴったりなんですよ。もうすぐ気があって、まあ、ここではちょっとこういう名詞とか避けさせてもらいますけど、もう多分合うなと思っていただいたからお声掛けいただいたんでしょうけど、ぴったりで話も盛り上がるし、だから速度が速いっすよね、こういう方々がこうフィルターかけてくれてるんで。井上さんともいつも議論させてもらってることではあるんですけど、Zoom でも前回来ていただいた時も私も同じ問題意識でちょっとやらせてもらってるところがあるんで、すごいそこ共通点かなと思ってるのは、井上さんも今のイントリックさんのお仕事を通じて、まあクライアントだったり社員さんってこともあるんでしょうけど、やっぱりこうグローバルのマーケットでね、こう勝負できる企業さんあるいは個人に、まあ、なっていっていただけるような、なんかお手伝いができたりとか、サービスができたりっていうお話をよく伺うかなと思ってるんです。で僕自身も今海外のテクノロジースタートアップのこう経営支援してるもんですから、日本の企業ではないんですけど、やっぱり日本の企業さんがね、スタートアップでも大企業でも関係ないんですけど、どんどんもうグローバルマーケットでこう活躍できるような企業が増えていけば、僕もこう活性化してくるし、従業員もね、もう外国人とか日本人とか関係なくですね、多種多様な方々がこう混ざり合うみたいな素地がね、出来上がるのかなと。そうするとさっき井上さんおっしゃったように、ちょっとこの分野の方々少ないんですよみたいな人材がもっと増えたりとか、もっと多様化してくるのかなと思うんですけど、ちょっとこの辺りのなんかこうグローバル人材だとかグローバルで活躍する企業みたいなところへのこうご支援の思いみたいなところって、ちょっと井上さんの方から語っていただくことできますかね。そうですね。なんかまあ僕の場合は結局そのエンジニアをやって、それでアマナっていうですね、ビジュアルコミュニケーションに尖った会社があるんですよ。広告制作とか、まあ、ストックフード事業とかね、いろいろそのビジュアルに関する総合的な、まあ、ソリューションを提供している会社なんですけど、やっぱそこで6年ぐらいいたことによって、そのやっぱり視野が広がったんですよね。要はシステムっていうところからそのクリエイティブの視点が必要で、さらに、そこからこう転職して、コンサルタントになった時にそのビジネス視点も大事で、そこで結局テクノロジーとクリエイティブとビジネス視点っていうのが全部入ってくるわけですよ。それが理由なんですね。そうです。でなんで僕は結局その日本の IT 技術者ってテクノロジーのところは優れた方って結構いらっしゃるんじゃないかなと思ってるんですよ。ただそこにこうクリエイティブとビジネスの視点、考え方っていうのが、合わさった時に、じゃあテクノロジーってものをどう生かすかっていう観点を持った人ってなると極端に少ないですよね。で僕が冒頭今日申し上げた日本のエンジニアの方と海外の違いってここなんですよ。ここにこう特化されてる方は多いと思うし優秀だと思うんですけど、
さっき言ったビジネスとかの話、アートの話、クリエイティブの話、まさにここですね。だから僕は結局そういうグローバルで通用する、例えばじゃあ IT 人材を増やしていこうと思ったら、今言ったようなそのテクノロジーとクリエイティブとビジネスっていうこの全部が大事なんだよっていうことを例えば教えてくれる学校であったり、例えばその企業でも、なんていうんですかね、そのビジネスに貢献するじゃあ情報システムを、投資対効果っていうのを徹底的に意識して企画開発するような、例えばIT 部門だったり、そういう会社に身を置くとかだったらそういう人ってこうもっと増やせると思うんですけど、なんかねそういう会社っていうのがすごく限られてる気がしていて、そうでしょうね。だからなんかそういう環境をどういうふうにこう作ってあげると良いのかなっていうのはねすごく考えるところで、そうすると山本さんが客員教授でしたっけIU ですかね。IU ですね。まさにやられとしていることっていうのは、本当にそのグローバルで通用する人材をね、まさに作っていこうって取り組みされてるので、そうなんですよ。あれすごく共感。あそこはですね、もともと MIT のメディアラボにいらっしゃった先生が日本戻ってきて、一旦慶応の教授とかやられてたんですけど、作られた大学なんですよ。で2年前にできたばっかりで、まあ変わってる、いい意味でコンセプトも。だから本当にそのデザインとかメディアみたいな思考性から入ってきてるんで、その IT とか IoT みたいな部分って道具にしか過ぎないんですよね、ある種。でもっと言うとデザインとかコンセプトとかみたいなところが先なんで、僕もああいう大学がこれから増えてきたり、人材を輩出していくっていうこと大事だと思いますし、っていうのは感じてはいますよね。ぜひ絡んでくださいよ、ああいう活動には。僕ちょっとそれも今伺って、井上さんみたいな人にちょっとぜひね、あそこに B ラボってあるんですけど、要は IU の、メディアラボみたいなのを作られて、実はこの代々木のディクトキューブともコラボさせてもらってるんですよ。リリースもちょっとこの間出させてもらって、で今 IUB ラボ代々木カフェっていう名称で、これからね大学とここでイベントやったりとか、学生さんも呼んで、インターンシップやったりとか、あとピッチのイベントやるんですよ。なんでかというと、大学の学生さんって卒業するための条件が起業することなんで、さっきもちょっと午前中来られた方と話して面白かったのは、なんか雑誌の広告の何ですか、そういうの、広告のが実際出されてるやつがあるんですけど、ちょっと正確に覚えてないんですけど、目指すは就職率 0% っていうなんかそのキーワードだったんですよ。要は就職しないと思う、うちの学生はみんな起業するんだみたいなキーワードで、これ面白いなと思って見てたんですけど、僕ね、井上さんみたいな方が彼らみたいな学生さんを教えるとかお話していただくのにすごい適してんじゃないかなと思うんで、ちょっとぜひコラボねさせてもらいたいな、ちょっと話しておきます。でもいずれにしてもやっぱり人材作るっていうところで、今のテクノロジーとデザインとビジネスっていうところを多面的に見れてる人っていうのは、やっぱり井上さんみたいにやっぱ越境していってるからだと思って今日も聞いてたんですけど、そうですね、ずっと SE やられてたら今みたいじゃないと思うんですよ。そうですね。そもそもそれは許さなかったなと思うんですけど、ご興味が、好奇心が。だけど僕もそうなんですよ。転々としてるんですよ、専門性とかもフィールドも。で、何やってんだって思われる方も日本ではよくあるんですけど、その枠から出れば出るほど得るもの大きいんで。そうですね、枠から出ることを、躊躇する、優秀な専門職人材とかって結構多いんじゃないかなと思ってて、エンジニアだからここまでとか、デザイナーだからここまでとか、でも僕やっぱり今の時代ってそれぞれの職種のやるべきことって定義が、毎月変化するぐらい時代の変化が早いと思ってるんですよ。だから例えばエンジニアがデザインやる時代だって来るかもしれないし、でもそういうふうに自分がやることの可能性広げていった方が仕事して面白いじゃないですか。面白いと思います。幅広がりますしね。なんだけどそれがなんか
そこには抵抗感感じる人が、今なんか多い気がするので、すごく思います。特に日本は。そうそうそう。だからなんかそこをなんか抵抗を感じるんじゃなくて、新しいその領域を広げるっていうことを楽しめるっていうか、ね、でそれを別にその求めるだけじゃなくて、そういう、自分で領域を広げたとか、越境した人には、ちゃんとその報いるね、評価制度とかそういうの必要だと思うんですけど。必要だと思います。社会も受け入れるとかね。僕も多分その日本人の特に強い部分ってそこだと思ってるのは、多分その専門分野から出る時ってなんか専門性が薄まっちゃうような気がして、ちょっとリスクだと思われるのかなっていうところもちょっとあるんですけど、海外の人たちって結構ポン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 移るんですよね。でも分野だけじゃなく、なんか産官学転職したりもよくするし、でまた戻ったりもするしっていうのもあるし、で僕も実際それやってって思うのは、さっき井上さんおっしゃったように分野と分野の間が見れるようになるんで、そういう人って少ないっておっしゃったじゃないですか。だからその少ない人になれる時点でもう自分がなんかもうマーケット上でブルーオーシャンみたいな状態になるっていうのが一つの僕感じてることなんですよ。でその掛け算の数多ければ多いほどオンリーワンになってくるんで、どんどん必要とするところがどこまであるかは別にしてですからね、だからこれからの時代は井上さんもおっしゃったように環境バンバン変わってくるんだから、そういうところにやっぱりなんていうんですかね、こう恐怖を感じることなくっていうんですかね、躊躇することなく皆さんなんかやられてったらいいなっていうのは、今日の対談でちょっと僕も得たキーメッセージの一つかななんて思うんですけど、なんかイントリックスさんにぜひね、そういう人材輩出工場に、今のちょっと映画の総合プロデューサーみたいな人を育てる、このウェブ制作ならウェブ制作の分野でも、これ別にウェブ制作に限った話じゃないですよね、アプローチそのものは。そうですね。だからここでイントリックスさんで経験された方っていうのはかなり他行った時に使える人材になってるんじゃないかなっていうのが僕今日伺ってて思ったことなんで、なんかそんな将来ちょっと学校じゃないですけど、ぽいね、企業さんになられる人材輩出工場だなんて言われるような時代が来るようなね。まだだって13年っておっしゃいましたもんね。13年です。だからこれからもう全然あり得るんじゃないかなっていう。で一方で多分今ちょっと聞いてて思ったのは、おそらくイントリックスさんがそこまでできる会社さんだってそんな伝わってないんじゃないですか、一般の方々に。どうなんですかね。いや伝わってないでしょうね。お客さんには伝わってるからリピートオーダーなんですよね、多分。そうですね。この会社しかないとかっつって、ちっちゃいとか大きいとかじゃないんだって、だからつながってる。だけど僕ももちろん分野違うんですけど、投稿とか見てるだけでも分かんなかったんで、御社のホームページ見てるだけでも、多分今日みたいな対談とかでもし伝わるんだったら、そういうとこがイントリックスさんの強みなんだみたいなのは、ちょっとまたイベントかなんかやらせてもらってね、ちょっとぜひそんな機会もこの代々木で作れたらななんて思ってますので、また今後ともぜひよろしくお願いしたいなと、思います。はい、それではですね、今日この代々木のですね、ディクトキューブ東京に、イントリックスのですね、共同創業者 CTO でいらっしゃいます井上さん、リンクドインで、知り合って、もう何度かお会いさせていただいているんですけど、今日来ていただきました。本当に今日井上さん、長時間お時間いただきましたけど、非常に楽しかったです。そうですか。やっぱりちょっとまた違う情報ができたかなと思ったんで、気づきもあったんですけど、またぜひこれに懲りずといいますか、ぜひ次の対談なりイベントなりやらせてもらえればと思うので、よろしくお願いします。それではまた皆さん、次の動画で、お会いしましょう。それでは井上さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。